皆さんの国では、他の人に年齢を聞くことは、普通でしょうか？あるいは、失礼なことでしょうか？人に年齢を聞くなんて信じられない。特に女性に年齢を聞いてはいけない。のような文化がある一方で、女性にも男性にも、気軽に年齢を聞くのが一般的な文化もあるでしょう。日本では、年齢を尋ねることは失礼であると考える人もいる一方で、ごく普通に年齢を尋ねる人もいます。年齢を聞くことがタブーだと考えられる文化圏に比べると、日本では年齢を聞かれる機会は多いかもしれません。この理由としては、年齢による、目上か、目下かという区別が社会的にも意味を持っていることや、日本語では年上か年下か同年代かによって、言葉を使い分ける場合があることなどが考えられるでしょう。地方や年代などによって違いますが、日本では、時々年齢を聞かれることがある、ということは、意識しておくといいかもしれません。年齢を聞かれたけれど、本当の年齢を答えたくないときは、秘密ですとか、ずっと18歳ですなどと冗談っぽく言ったり、何歳に見えますかのように逆に質問したりして、ごまかす方法もあります。直接的に年齢を聞くのは失礼だと思っているけれど、相手の年齢が知りたいときは、時々、十二支を聞くことがあります。とは中国から来た概念で、12種類の動物を1年ごとに順番に割り振ったものです。何年、生まれですかという質問が、を聞く質問です。同じ動物の年は12年に一度なので、生まれたを聞いて、そこから西暦何年に生まれたか、推測するという方法です。以下は、西暦との対照表です。自分のを知らない人は、自分が何年生まれか、覚えておくといいでしょう。皆さんの国では、他の人に年齢を聞くことは、普通でしょうか？あるいは、失礼なことでしょうか？人に年齢を聞くなんて信じられない。特に女性に年齢を聞いてはいけない。のような文化がある一方で、女性にも男性にも、気軽に年齢を聞くのが一般的な文化もあるでしょう。日本では、年齢を尋ねることは失礼であると考える人もいる一方で、ごく普通に年齢を尋ねる人もいます。年齢を聞くことがタブーだと考えられる文化圏に比べると、日本では年齢を聞かれる機会は多いかもしれません。この理由としては、年齢による、目上か、目下かという区別が社会的にも意味を持っていることや、日本語では年上か年下か同年代かによって、言葉を使い分ける場合があることなどが考えられるでしょう。地方や年代などによって違いますが、日本では、時々年齢を聞かれることがある、ということは、意識しておくといいかもしれません。年齢を聞かれたけれど、本当の年齢を答えたくないときは、秘密ですとか、ずっと18歳ですなどと冗談っぽく言ったり、何歳に見えますかのように逆に質問したりして、ごまかす方法もあります。直接的に年齢を聞くのは失礼だと思っているけれど、相手の年齢が知りたいときは、時々、十二支を聞くことがあります。とは中国から来た概念で、12種類の動物を1年ごとに順番に割り振ったものです。何年、生まれですかという質問が、を聞く質問です。同じ動物の年は12年に一度なので、生まれたを聞いて、そこから西暦何年に生まれたか、推測するという方法です。以下は、西暦との対照表です。自分のを知らない人は、自分が何年生まれか、覚えておくといいでしょう。